皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから927日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1270名、戦車1両、装甲戦闘車はありません。砲29門、防空システム1機、ドローン52機、巡航ミサイル1発、その他車両55両、となっています。ロシア軍は車両を温存しているのか、それとも車両が枯渇したのでしょうか？装甲車両の損失が極端に少なくなっています。戦線全体で1日で181回の地上戦の報告がありました。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。昨日の動画でロシアの敗北を予測したことをお伝えしたイーゴル・ギルキンについてのニュースです。ロシア情勢を伝えるテレグラムチャンネルは、獄中のイーゴル・ギルキンがウクライナの前線に送られる予定であると伝えています。ギルキンの弁護士はいくつかの手続きは残っているが、刑務所から出て特別軍事作戦で任務に就くことになったと述べました。イーゴル・ギルキンは、表向きはロシア陸軍の砲兵隊に所属していますが、ロシアによるクリミア侵攻、ドネツク人民共和国の民兵組織の設立、マレーシア航空17便撃墜事件、モルドバのエンドニエストル地方組織の設立など数多くの作戦に関与したとされ、ウクライナ、オランダから国際指名手配され、10万ドルの懸賞金もかけられています。ロシアではインターネットで過激主義を呼びかけたとして服役中です。一方、家族はその情報はないとしていますが、妻のイワノビッチさんによると、ギルキンは戦争に行きたがっていて、刑務所にいたくないと話していたとのことです。出所した場合の階級や任務、突撃兵になるのかどうかなど、詳細は今のところ不明です。2番目。ロシア国営テレビの政治トーク番組ミーティングプレイスでは特別軍事作戦の終了が公然と語られるようになりました。この日登場した専門家はロシアがキーウを占領しゼレンスキー政権を打倒するなど遠い夢で現実を見据えなければならないと述べ特別軍事作戦の目標が達成されないことを指摘しました。この専門家はこれから交渉が始まる。ロシアにとって醜く見たくない世界が訪れるだろうとも語ったとのことです。ちなみに、ロシアのプロパガンダ番組の方向性はクレムリンによって決められ、ソロビヨフやシモニャンといった司会者がその通りに振る舞い、番組を通じて国民に向けて発信していると言われています。3番目。今日から第24回のラムシュタイン会議が開催され、各国からウクライナに対する軍事支援が発表されています。ラムシュタイン会議は NATO と EU に加盟する40カ国以上の代表がドイツのラムシュタイン基地に集まり、ロシアのウクライナ侵攻に対するウクライナの防衛能力について議論する場となっています。初日で判明しているのは、アメリカが2億5000万ドル相当の軍事支援パッケージを発表し、ドイツはデンマーク、ノルウェー、オランダとともにナサムス対空システム、77両のレオパルト1英語戦車、12両の PZH-2000 自走榴弾砲を発表し、そのうち6両は今年納入され、残りは来年納入される予定とのことです。またカナダは今後数年間で防空ミサイル用ロケットモーターと弾頭1300セット、C6 機関1960丁、9mm ピストル10500丁、100両分の装甲兵員輸送車をウクライナ軍に提供すると発表しました。
これらは、すでに提供すると表明したものも含まれ、すでに発表して納期が明確になったことで発表するものなどが混在しています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、海外の例を参考に、ルジアンとカルシアンなどと呼んでいますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから30日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最低気温10度、最高気温25度。今日の天気予報は晴れとなっています。ゼレンスキー大統領はラムシュタイン会議で、ウクライナ軍はクルスク地域の1300平方キロメートル以上の領土と100以上の集落を占領し、ルシアンは6000人が無力化されたと述べました。ちなみに、戦争研究所では、ゼレンスキー大統領の演説よりも少なく、1153平方キロメートルと49の集落で、ウクライナ軍の活動を確認したと伝えています。グルジボ方面。この方面で戦況図に影響のある変更はありませんが、グルジボでは多数のロシア軍の脱走兵が発生し、商店や廃屋で略奪を行っており、セイム川を泳いで渡ろうとしているのが目撃されているとの情報があります。セイム川は川幅100メートルくらいですので、車両の移動は困難ですが、泳いで渡ることもできると思われます。マラヤロクニャ方面。この方面では、戦局の変化が緩やかになり、ロシア軍がゆっくりとしたペースで反撃を行っています。そのうち、マラヤロクニャの北西13キロのところにあるジュラブリの郊外では、位置情報付きの映像によると、ロシアンのバンが、ウクライナ軍のドローンにより狙われて破壊されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第225大隊のもので、地図で示した場所の様子となっています。今日は情報が少なく、これ以外に、クルスク方面で、戦況図に変更のある情報はありませんでした。ハルキウ方面。リプツィ、フリボケ、ボフチャンスクの戦況についてお伝えします。この方面で、ロシア軍は7回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍に撃退され、戦況図に変更はありませんでした。そのうち、リプツィの北東にあるルキャンツィでは、補給が届かず、特に飲料水の補給がないことから、ロシア軍の第7自動車化ライフル連隊で命令拒否が発生したとの情報があります。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で15回、スバトベクレミンナ戦で17回、シベルスク周辺で10回、チャシフヤール周辺は14回、トレツクの方向に16回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルシアンは歩兵を使って前進を仕掛けています。ウクライナ国境警備隊の兵士は、5分ほどのインタビューで、この付近のルシアン軍の攻撃の方法について説明し、ルジアンは小規模な歩兵の集団で攻勢を仕掛けていて、前線に到着するまでに11キロ歩く必要がある。地上戦の開始時にすでに疲れていると報告しました。さて、この方面では、戦況図に変更はありませんが、ライマンペルシーの西の森林では、位置情報付きの映像によると、テルミットドローンが使われました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のクローネドローン部隊のもので、地図で示した場所の様子となっています。テルミットは、アルミニウムと酸化鉄などを混ぜるだけで製造でき、2500度の高温で燃えるような化学反応を起こし、燃え尽きるまで消化できない特徴があり、映像では1回の飛行で森林が長時間広い範囲で赤くなっているのが確認できます。飛行した軌跡の通りに火災が起きるので、
直接上空から火の雨を降らすこともできますし、陣地を囲んで包囲することも、あらかじめ設定した撃退エリアに追い込むことも可能なように見えます。チャシフヤール方面。この方面では、チャシフヤールのルシアン軍の攻勢は、回数が多いものの勢いが低下しています。ルシアン軍は、そのためか、防衛の手薄なクリシチュフカで攻勢を仕掛けています。位置情報付きの映像によると、地図で示した森林で、ルシアンが装甲車で攻撃を仕掛け、ウクライナ軍に発見されて撃退されました。ご覧いただいているのは、地図で示した道路の様子となっています。この場所は、一度ウクライナ軍が奪還したところでしたが、その一部を係争地に更新しました。トレツク方面。この方面では、ニューヨークでウクライナ軍の反撃が行われています。増援として送られたウクライナ軍のアゾフ第12特殊部隊旅団は、ニューヨークの市街地に突入し、反撃作戦を行っています。位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は、ニューヨークの駅の西側の工場に突入して、工場全体を奪還しました。ご覧いただいているのは、その様子の一部となっています。この付近のルジアンは、すでに前線の維持ができていない状況に陥っていることがわかります。10日前は、ルシアンの前進をウクライナ軍は止められず後退していたと思いますが、どうしてこんなに変化するのか不思議でなりません。その範囲を、ルシアン軍の占領地からウクライナ軍が奪還したとして戦況図を更新しました。面積は、昨日の奪還地と合わせて 2.5 平方キロほどになります。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルシアン軍は、ポクロフスク方面で51回、クラホフ方面では36回、ブレミフカ方面で11回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ルシアン軍の前進は停止し、ウクライナ軍が反撃して、一部の陣地を奪還しました。軍事専門家でウクライナ軍予備役大佐のスビタン氏は、ウクライナのメディアに登場し、この付近の戦況について説明しました。同氏は、敵は、ポクロフスクから12キロの地点で前進が停止した。国家警備隊第15旅団が良い仕事をしていると述べ、ウクライナ軍がルシアンの前進を止めたのは、増援部隊によるものであると説明しました。1番目。西側正面のミハイリフカでは、ウクライナ軍が大規模に反撃を行い、ルシアン軍を押し戻しました。ご覧いただいているのは、ミハイリフカの南の地図で示した場所付近の様子で、上空からルジアンを観察しているところとなっています。その範囲を、ルシアン軍の占領地から、係争地に戦況図を更新しました。2番目。南側正面のハリツィニフカでも、ウクライナ軍は反撃を行い、一部地域を奪還しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第59独立歩兵旅団のもので、地図で示した場所の様子となっています。その範囲を、係争地からウクライナ軍が奪還したとして、戦況図を更新しました。クラホフブレミフカ方面。この方面では、ルシアン軍は、ゾロタニバで組織的な作戦を行い、それ以外は単純な突撃を行い、ウクライナ軍が撃退しています。ゾロタニバでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が集落にミサイル攻撃を行い、その南の郊外では、サーモバリック爆弾を投射して、ウクライナ軍の動きを封じようとしています。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、地図で示した場所の様子となっています。戦況図に変更はありません。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面で、ザポリージャ方面では地上戦の報告はなく、ルジアンはドニプロ川付近で3回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍に撃退され、戦況図に変更はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、
最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。普段は、このチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。